この量吸える。ここまでいったらもうティッシュで拭けようと思われてる皆さん、あえて拭いていきます。ニュッと伸びてね、際まで行くんですね。こんにちは、シャチパンです。さて今回の動画はドリーミーからアクア 10S ローラー AE を提供いただきましたのでご紹介していきます。本機は高額なフラッグシップ機から基本性能はそのままで、人によっては過剰だろって感じる機能を全て削ぎ落とした結果、価格がなんと3分の2になってしまったという実用に超特化したバランスモデルです。まずは外観。ロボット掃除機はオーソドックスな丸型、直径35センチ、高さ 11.3 センチで高さが少しある印象。高さは家具下などの狭い空間に入り込む性能に直結しますので、掃除したい家具下があればあらかじめ測定しておくのがいいです。サイドブラシは1つで、このサイドブラシの回転によって中央の吸引口にゴミを集めます。メインブラシはラバーブラシとラバーと毛の混合ブラシの2本という構成。毛絡みとかき出しに強いブラシです。その下には水拭き用のローラーモップ。一目見て感じるのはその長さ。実は従来のモップよりも物理的に長く、多くの面積を一度に拭けるとしています。車輪の跡もつかないでしょう。障害物回避用のセンサーはシングルラインレーザーとストラクチャードライトカメラを備えます。物体認識用の RGB カメラはありませんので、小物やコードの回避は難しいでしょうか。次に特徴。これは実際の掃除風景をご紹介しながら触れていきます。重曹、猫砂、ホコリをゴミとして用意してみました。吸引力は最大35000パスカルというスペックを誇り、実はフラッグシップモデルをもしのぐ性能となりますが、実際の吸引力はこの値に風量を掛け合わせたものなので、目安程度に捉えるのがいいでしょう。とはいえ吸引力を最大とするとかなりの音がしますので、吸引力は強いです。初回の掃除はこのようにマップを生成しながら行います。周囲の情報をレーザーで把握しながら外周をまずはマッピングした後、規則正しい動きで効率的に掃除を行うアルゴリズムです。生成されたマップはアプリ上に記憶され、再度掃除するときはより効率的に掃除していきます。アプリ上のマップは部屋の名前の変更や分割、任意エリアの掃除、禁止エリア設定、吸引のみの運転、水拭きのみの運転、清掃予約スケジュール、それから部屋の編集でカーペットや家具が置けたり、任意でゴミを収集させたり、モップ洗浄もできます。思いつくものは大概できるでしょう。家具への当たりは基本的にソフトか寸止め。障害物を感知するとスローダウンして停止し、ギリギリまで掃除します。まず問題となることはないでしょう。本体高さ未満であれば狭い家具下にも入り込み、普段掃除しづらい部分も念入りに掃除してくれます。ライトは未搭載です。大注目のローラーモップは常に新鮮な水でモップをすすぎながら汚れた水を回収しているので、モップを清潔に保ちながら水拭きができます。従来のモップでは汚れがかえって広がってしまったり、タイヤの跡が残ったりする弱点がありましたが、本機ではその物理的な大きさも相まって克服しています。さらにスティック型掃除機でも搭載されている部屋の隅を検出するエッジセンサーがあり、モップが収縮し壁にぴったりと密着、部屋の隅まで拭き上げることができます。フラッグシップモデルにも搭載される水拭きシステムです。部屋を掃除してもなんか足の裏にゴミが付着しザラザラするなと感じたことはありませんか？水拭きすることでそのケースはだいぶ減らすことができるでしょう。清掃能力も申し分なく、ソースを垂らした床面もこのようにきれいに拭き上げ、その場でローラーを洗浄です。車輪の跡もつきません。モップはカーペットを検知して 1.4 センチ持ち上がるリフトアップ機能も搭載。これでカーペットは濡れないで済むほか、
カーペットでは吸引力を自動で上げて掃除してくれます。水拭きモデルはこのリフトアップ機能がないとカーペットと床の掃除は基本的に両立できません。この機能は掃除をすべてロボット掃除機に任せたいという場合は個人的には必須級の機能です。なお乗り越え段差は他社同等の2センチまでとなります。障害物回避性能はというと、本体より大きめな障害物に関しては十分センサーが作用しており上手に避けます。ただ本体高さ以下のコードや小物全般の場合はやはりカメラの有無が大きく回避はしませんでした。もちろん何でも避けるに越したことはありませんが、小物を散らかした状態で避けれたとしても果たしてそれは掃除したことになるのかという視点もありますので、障害物回避自体をそう重視されない方もいます。掃除が終わると自動ゴミ収集ステーションに戻り、家中の集めたゴミをステーションのダストバッグへ移動させます。吸い取ったゴミの量にもよるかと思いますが、今回であれば20秒ほどかかりました。この時の音はそこそこ大きいです。猫砂などの質量が大きいものもしっかりとステーション側へ移動していました。ステーション側の吸引力が弱いと猫砂は本体側へ残ってしまうモデルも世の中にはありますが、取りこぼしのない点は素晴らしいと思いました。ステーション側へゴミを移動させることでロボット掃除機本体を毎回掃除しないで済み、人の手によるメンテを減らすことができます。捨てるときは約100日間ゴミを貯められるこのダストバッグを捨てるだけでよく、簡単で清潔です。またモップも100度の熱水すすぎ、その後は温風乾燥で衛生的。特に100度の熱水は使っているところも限られるのではないでしょうか。煮沸消毒の温度帯で完全除菌を謳えるレベルです。ボタン一つで掃除開始、そしてお手入れまで本機は極限まで自動化していると言えます。人の手が必要となるケースは、水がなくなったら給水タンクに水を足し、保水タンクが溜まってきたら定期的に捨てる。日々これだけでよく、あとはお出かけ時にもボタン一つで掃除をスタートさせておけば、帰宅時には部屋がピカピカです。部屋が綺麗なのはやはり気持ちよく、時間も得した気持ちになりますので、そういった使い方が個人的にはいいかなと思います。続いて価格。この専用ステーション込みで税込み16万9800円となります。基本性能が同等のフラッグシップモデルは税込み24万9800円なので、およそ3分の2でのご提供となります。それでもまだお高いと感じる方もいらっしゃいますよね。でも時給で考えると実はそうでもないんです。掃除はだいたい30分から1時間ほどかかるもので、毎日したとすると1年で180時間から360時間ほどの労力になります。仮に時給1000円で単純計算すると、およそ18万円から36万円に相当します。つまり見方を変えると1年で十分元が取れる計算となります。人の一生の時間は限られています。その限られた時間を大切にするためにも、なるべく機械に任せられるところは任せて、空いた時間で生活を充実させた方が幸せに感じるかもしれません。ただ、ここまで全自動じゃなくてもいいという方は、モデルラインナップも充実していますので、そこから選ぶのもいいでしょう。現在セール中ということもありますが、水拭きもローラーじゃなくてよければ6万5000円から、水拭きなしであれば約4万円からある破格っぷり。これでステーション付きですから驚きです。もちろん細かい性能は違うところもありますが、いずれもロボット掃除機を試すという点ではお求めやすい価格となっており、ご自身のかけられる予算に応じて選ぶことができます。次に気になったところです。2点ほどご紹介します。1点目はモップローラーの接触です。本機は可動式モップローラーを採用しており、床の隅まで掃除しますが、これが時々ギリギリを攻めすぎて引っかかることがありました。
引っかかりを検知するとすぐにローラーは引っ込めるものの、少し気になりました。個体差や各ご家庭の壁の作りにもよる部分があるかもしれませんが、今後のアップデートに期待したいところです。2点目は部屋の隅の掃除です。これは少し厳しすぎる見方かもしれませんが、本機はフラッグシップに搭載されているサイドブラシの収縮機能がありません。なので部屋のエッジはいいですが、例えば角の部分はこのように少し取りこぼしがあります。価格との兼ね合いがあり、やむを得ず削減された部分だとは思いますが、欲を言えばここもフラッグシップモデルと一緒にしてほしかったなと思いました。最後に総評です。本機は今流行りの専用ステーション付きのモデルで、自動ゴミ収集、給水、モップ洗浄、乾燥と全部入り、手間を極限まで省いた全自動モデルです。さらにフラッグシップと基本掃除性能は同じながらも、価格を3分の2にしてコストと実用性を兼ね揃えています。特に水拭きローラーシステムは最先端のものが搭載されており、水拭き性能が大きく向上しただけではなく、部屋の隅々に至るまで掃除ができるモデルとなっています。個人的にはドラム式洗濯機、自動食器洗い機に並ぶ便利家電で、もう今更手放すことは考えられないほど家政婦としてのポジションを確立しているロボット掃除機ですが、便利な全自動モデルはやはり価格が高いということもあり、なかなか手を出しづらい背景はあったかと思います。本モデルは手間を極限まで減らした全自動モデルでありながら、価格も抑えてきたということで、忙しくて掃除に時間があまり取れない共働きのご家庭や、自分の時間を捻出したい方、毛絡みに悩まされている方など、幅広くお勧めできるかなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとう。また見てください。